じゃじゃーん。リビング、ここ好きななんもないじゃん。いや、そう、初めて見た。直置きしてる人初めて見た。トイレットペーパーをティッシュになるの？そうほんとや。すげえ。でもさ、まだカーテンなくないこれ。もうこれあれだね、カーテンレールついてないもんね。意識的に、ミニマルに自分が集中したいことだけに集中する環境っていうのは各部屋で作ってる感じだね。ということで、僕をミニマリストに目覚めさせた八木仁平君の家に来てて、でなんかね、久しぶりに家来たらめっちゃミニマリストな部屋だったんで、僕からお願いして、部屋を取らせてほしいと。彼旧友なんで、僕のフリーター時代の話とかもいろいろ知ってるので、根掘り葉掘り聞こうと思います。もうさ、こんだけ広いのに犬のカゴとこのダイニングテーブルしか置いてないの超ミニマルだね。じゃあ置くものってないよね。ないんだ。いや、みんな広い物を置きたいから広い家借りるんですよ普通。ああはい。物ないんだよね、置くものが。はい、ということで今日は僕のフリーター時代からよく知ってくれてる旧友である八木仁平君のお宅に来てます。八木仁平です。よろしくお願いします。ちなみに僕の動画に登場するのは実は3回目です。3回目か。過去実は YouTube ライブとか一緒にやってて、でなんか僕のことを分析してもらったりっていうので、八木仁平君は、昔ながらの友達でもあるんですけど、何者かというと、なんとですね大ベストセラー作家でこちらございます。世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう本を書かせてもらって、世界累計で今33万部ですね、いってすごいます。33万部売れてる著者っていないよ、なかなか。ほぼいないよね。しかも本の帯がさ、オリエンタルラジオの中田敦彦さんで、しかも2冊目出したんだよね。そう、2冊目はこちらですね、世界一優しい才能の見つけ方っていう形で、メンタリスト DAIGO さんに帯書いていただいていう形ですね。ということで人気作家でございます。はい。前はね、本出す前僕にどうやったら本売れるかなっていうので、相談というか、当時僕5万部くらい売れてて、でどうしたらいいかって相談乗ってたんですけど、気づいたらあれよと30万部って俺が逆にアドバイスしてくださいっていう頭下げないといけない立場になったっていう。そう八木平君がどうして僕をミニマリストに目覚めさせたのかっていうと、ちょっと語弊あるんですけど、もともと八木平君と会う前からもうミニマリスト生活はやってて、で当時ブログを書いたんですね。そうでその時がちょうど僕がフリーターしてた頃ですね。まだミニマリスト渋って名乗ってなくて、渋って名乗ってた時期で、ブログもミニマリストのこと書いてたんだけど、他にも福岡のグルメとか、なんかガジェットレビューとかいろんなブログを書いてた頃の友達で、八木くんのアドバイスがなかったら多分僕はミニマリストとしては生活したかもしれないけど、今みたいに YouTube とか本書いたりとかアパレルとか、こんな精力的に活動して世に出てなかったかもしれないっていう意味では、生みの親とか、目覚めさせた張本人っていうありがとうござでいまもいいのではないかということで、ちなみに今ね、ポンタがね、ちょっと俺の足を噛んでて痛いっていうす。ポンタです。ポンタです。はい。っていうので、何の話だっけ当時僕だから自分のやってることが当たり前すぎて、自分のミニマリスト生活がそんななんかぶっ飛んでるってことに自覚がなかった日本一ぶっ飛んでるでしょ。っていうので気づいてなかったんだけど、八木君のアドバイスでミニマリストに絞ったブログを書くようになって今に至るっていう。それこそね、それこそミニマリストの才能っていう観点で、もう異様にミニマリズムを追求してるから、やべえって思って、なんでこんなやばい才能を持ってるのに、やっぱ才能ってなんだろうな、他のこともやっていてミニマリズムに目覚め、他のこともやってるけどミニマリストやってますよりも、私はミニマリストですっていうふうに他全て削ぎ落とした方がやっぱ圧倒的に尖って、なんだろうな、人に覚えてもらえるようになるから、
いやここもうミニマリスト支部っていう名前とか、もうそこだけに追求しようよっていう感じを言ったのを覚えてるよね。そうで、そのまんま今この帯に写ってるメンタリスト DAIGO さんのネーミングをパクって、じゃあミニマリスト支部にしようみたいな、なんちゃらリストみたいなみたいな、流れでなんか名前とかブログ名変えようみたいな、もっと分かりやすくミニマリストに分かりやすくっていうところで言われて、どれどうしようかなと思って、なんかメンタリスト DAIGO さんの本読んでたんで、あこのフォーマットでよくねと思って、そのままパクったっていうのがもう5年前の話ですね。早速じゃあルームツアーさせてもらった後に、まあ八木くんが物を減らしてよかったこととか、まあ、もうちょっと僕のねまあフリーター時代から見て、まあ、こうなんで僕がちょっとミニマリストに向いてるのかとか、ちょっと僕の才能についても深掘りしてもらおうかなっていう感じで、はい、という感じでまず玄関なんですけども、まあおんちゃんやーいこんばんは俺唯一の靴だからそれ。やばいもうねその状態だったらね、鬼ごっこ始まった。俺のコンバースがはい、という感じでまず玄関なんですけども、ここから入っていくとですね、もうここがね超ミニマリストっぽいなって思った空間で、これ書斎だよね。書斎まあ本はいっぱいあるんですけど、ちょっとねここがねめっちゃね好き。ここ好きななんもないじゃん。こんだけ広いのになんもないからね。っていうので八木くんの書斎なんですが、これさ MacBook ここにあって、これ多分ディスプレイだよね、外部の。これケーブル配線どうなってんの？これはついてる？これケーブルついてる？こうあるんだ。こうなってて、だから持ち歩くときは、この MacBook だけ外持って行って、家帰ってきたらこれ繋いで、じゃあもうデスクトップのパソコンを持ってなくて、そうだね、もうノートパソコンをこっちに移してるっていう感じだと思う。これケーブル配線どうなってんのこれ？ケーブル配線配線ここか。すげ下でえ。はい。こう繋がってんだ。はい。そう裏側裏側が。裏側ごちゃごちゃしてるけど、まあこんな感じ。おー、なるほど、穴があるんだ。そうすげえ。穴あるのいいよね。しかもこのディスプレイ何？このなんかさ、板1枚みたいな。これはなんか個人的にミニマリスト要素高いなと思ったのがさ、ディスプレイって大体さ、足ないここに。あるね。なんか板1枚でそのままポンと置いてるみたいな。これは Apple のディスプレイ。へえ、アップルなんだ。なんかサイズ的に、うんもともと iMac の24インチ使ってたんだよね。そうだけど、ね。なんか24インチだとちょっと本書く時とかに使いづらいなって思って、で27インチが欲しいなって思って、で27インチのディスプレイでいろいろ調べて、なんかさもっとでかいウルトラワイドディスプレイとかってあったりするじゃん、Mac じゃないけどあったりして、あれとか試したんだけど、あれだとやっぱApple 製品との互換性がめっちゃ高いわけじゃないから若干タイムラグがあって使いにくいなって思って、でちょっと高いんだけど、結局 Apple の純正の27インチのディスプレイ買ったら、めっちゃいいっていう感じで、そのままこれ直置きできるんだ。そう、直置き別に推奨されてないと思う。だけどそう初めて見た。直置きしてる人初めて見たから。アダプター、これついてるから、これで壁になんか貼って、こうやって壁に上げてやるとかっていうのはできるんだけど、そのまま別にこれでいいな、いいってまあ確かに特にやらずにね、そうなってる。で当然この辺りも、まあ、ケーブルのない無線のやつでっていう感じで、ちなみに今ポンタに噛みつかれてますね。もう一目で見てミニマリスト感あって、でもねなんか突っ込むとこそんなないんだよな。なんもないからところがね、もうなんもルームツアーなんだけど、特に突っ込むとこがまああとそこになんかちょっとあれ無印良品だよねこれ。そうだね、無印良品と、あとこれは紙メモ書きするから。なるほど。これはバッグでマルジェラのやつ。マルジェラ、そういえばさ、服なんか一時期さマルジェラのセットアップだけ買ってそれしか着てないみたいな話があってマルジェラ大好きな、今はマルジェラだね全部これ。あ、そうなんだ。彼金持ちなんでマルジェラしか着ないです。マルジェラね。いや、そういうふうにさブランド絞っとくと楽じゃん。そうだね、合わせやすいし、まあそんなに服の数めちゃくちゃ多いわけではないだろうから、まあ服の数絞って1個いいもの着てるみたいな。そうだね、同じ服ばっか着てるから3パターンぐらいしかないかもしれない。でね、ここが
本棚なんですが、ミニマリスト渋に影響されてるんだろうっていう要素がここにあって、これ僕が持ってる本と全く一緒のこれ、MNM って書いてるんですけど、ミニマリストインテリアーズっていう、こう、ミニマリストの建築とか部屋が載ってる、こう、本なんですけど。なんかね、渋が、YouTube かなんかで紹介したんだっけ。そう。なんかいいなと思って、四隅さんとのコラボで。そう。で、なんか面白そうって思って。そう。買った。めっちゃニッチなミニマリスト本というか、日本だと基本的には片付きの本とか、自己啓発的なミニマリストの本が多いんですけど、海外とかまで探すと結構こういうミニマルデザインの本って結構あって、それを紹介してたんだけど、それを置いてるっていう。影響されてます。影響されてます、ね。これも影響されてるよ。どれ？もうすぐ買ったんだけど。俺が持ってる自撮り棒。三脚。そう、僕もこれ使ってるんですけど、スマホ用の三脚ですね。ちょいちょい八木くんちに僕のものがあります。あとこれも。これも。ちなみにそれはメンタリスト大悟さん俺がパクってめっちゃ伝染してるそうっていう。でも本棚もあれだね、全部は埋めてないんだね。結構広いけど、そうだね。埋められてないって感じかな。しかも本さ、これ自分の本じゃん発売したばっかだから。発売したばっかだから、めちゃめちゃ本の在庫が家にあるっていう状態ですね。なるほど。なんかこの中でミニマリストっぽいおすすめの本ある？ミニマリストっぽい。ちなみにエッセンシャル思考はちょっと定番だからなしこれは僕もおすすめしてるんですけど、ミニマリストみんなこれ読んでるんで、多分ちょっと知ってるんでみんなそれ以外どんな本を読んで八木くんの考えが形成されたのか皆さん気になると思うんで、ちなみにここにも緑があるんだね、窓。綺麗だね。この家選ぶときにそういう緑が見える家を選んだとかあるの？そうやっぱね、窓から緑っていう条件、家選びでめちゃめちゃ重要視してて、なんだろうね、うちとかよく言われるんですけど、真っ白で何も物ないから病院の部屋って言われるんですけどそもそも物減らした時点でちょっと無機質になるからさ、生活感なくなってそれが落ち着かないって人もいると思うんですけど、なんか緑あると、生活感ないんだけど落ち着くっていうのはあるかもね。いいよね。基本的に引きこもりだからさ、なんか緑ないとね。なるほど。で、おすすめの本は、ミニマリストっぽいやつでいうと、これとかめちゃめちゃ面白い。フォーカス。確かに。ミニマリストはそういうね、選択肢を絞るみたいな表現をよく使いますが。選択肢を絞って、どうやってやっぱ会社がなんだろう、分野とか、事業に手出せば出すほど、利益が分散していって利益率も下がってうまくいかなくなるみたいな、と書かれてる本。なるほど。何でもかんでもやればいいってわけではないと。あとはなんか自分がどういうポジションで生きるのか、支部もミニマリストでいけみたいな、言ったのと近いんだけど、ポジショニング戦略、消費者の頭の中に自分ってこういう人間だよねっていうのが作られたら、ミニマリストといえば支部みたいな感じで、どんどん仕事が舞い込んでくるようになるじゃん。なるほど。これもやりたいこととか自己理解といえば八木仁平っていう風になってるから、なんか普通にいっぱい講演のオファーとかが来てっていうのがあるから、人の頭の中に自分のポジションを作るっていう意味ではね、ミニマリストっぽい経営戦略っていう感じで、確かにいいよねっていう感じで、あとなんかここも無印良品で整理してるっていう感じの、ちょっとミニマリスト感ある書斎ですね。ちなみにこのライトって最初からあったの？これ最初からだよ。めっちゃよくない？ね、自分でつけたとかじゃなくて間接照明がね最初からついてて素晴らしい。照明が映える空間、物を減らすと照明映えるって知ってました？そうなのもう何でもかんでも今ちょっとミニマリストと結びつけようと頑張ってるんですけどっていう感じの書斎がもうそうですね、玄関入ってすぐあって、水回り行こうか。じゃあいきなりいきなり洗濯機できたんですけど、もう物は基本的に隠して見せたくない人ですか？そうだね、できる限り見せたくない、なるほど。で、なるほど、洗濯かごがあって、ドラム式洗濯機、これ東芝のやつこんなおしゃれな。
東芝のやつもね、意外といいよね。ミニマルデザインな感じだね。渋が使ってるキューブルが一番おしゃれなんだけど、キューブル若干サイズがちっちゃいから2人暮らしだとね、ああ、なるほどね。ちょっとちっちゃくて、あとこれ洗剤とかも自動投入っていうのと、キューブルよりもこの、なんだろう、ほこり取るのが楽なんだよね。なんかガポって押すだけなのから。すごっ。それはないわ。やってみたい。これが最新のほこり出し。やってみます。あ、これ、なるほどね。そう。はいはいはい。おー、ほんとだ。ここにゴミが出る。すげえ。これ楽だわ、確かに。まあ、ここに一応洗濯機があると。人んち見るのおもろいな。しかもデザイナー、楽しいよね。めっちゃ好き。デザイナーズ物件だもんね、ここ。普通に。水回り。すごいね。ここも照明が映える空間。これおしゃれなんだよね。うん。かっこよでも引っ越すもんね、ここ。そう、引っ越すからもう取っていいよみたいな、こんな間取りと場所ももう丸分かりのような感じなんですけど、八木くんはミニマリストらしいんで、もう次ポンポン引っ越す。ミニマリストだから引っ越せるっていうのは。なるほど。あるね。身軽だからね。ここはトイレです。何このミニマルデザイントイレみたいな。なんかさ、曲線美が美しかったね。すごい。スティーブ・ジョブズが好きそうな曲線美の美しい。こう水回り、お風呂を見せてくれるんですか？いいよ。何これ？すごい。なんかホテルみたい。おお、もうイソップとシュー上村しか置いてないんですね。ハンドソープと洗顔。すごいシンプルな水回りと、なんかお風呂。おお、はい。綺麗なお風呂ですね。まあ突っ込むところは特にないか。まあなんかあそこにシャンプー置いてんなっていう感じですね。詰め替えの。はい。で水回りを出てこっちに行くとキッチンとお掃除ロボットが2台体制であるんだね。そう。これあれだね、ブラーバだよね。そう、ブラーバとルンバ。ルンバ。一応一番いいやつなのかな。最新ではないけど。うちに置いてあるやつの大きいバージョン、上位互換のドックがあるやつですね。っていうので、ここがキッチンなんですね。キッチンですね。まあ妻が料理してくれる場所ですね。僕は。なるほど。しないです。しないですね。しない。ここがキッチンでそっちがリビングだけど、まあすごいスッキリというか、まあ特にこの辺りとかは、バルミューダ、ミニマリスト御用達バルミューダ。まあここも空間に対してまあ物が少ないというかなんか、バナナがアート作品かと思った俺。バナナ毎朝食べてます。アートなバナナとバルミューダのケトルとバルミューダバルミューダ大好きやん。バルミューダ使わないですけど。いやもうね、基本的にブランドで選んだら思考停止するから。なるほど。思考停止できるからいいよね。なるほど。ブランドとかバルミューダとか。まあなんかデザインの統一感も出るしね、勝手に。そうだね。そんなさ、なんかデザインセンスがあるわけじゃないから。ああ、なるほど。なんかとりあえず無印で揃えとけばそれっぽくなるとかさ、そういう感じ。なるほど。そういうなんか自分で考えるのが苦手な人ほどブランドで統一した方が楽かもね。っていうのでしゃもじは立つんですね。しゃもじは立ちます。俺も家に炊飯器あった頃これやった。立たせてたね。いいよね。非常にシンプル、綺麗な、整ったキッチンで、あとゴミ箱も無印良品ですね。本当はどうした？渋に。もう。ずっとね、渋についてくる。もう飽きた？渋も。マウンティングされてる。やばい。なんかあと、ミニマルな球体のティッシュカバー。なんか見たことある。中にトイレットペーパーを入れて。トイレットペーパーをティッシュになるの？そう。本当や。トイレットペーパーを入れてティッシュになるから便利だね。我が家もティッシュなくてどうしても鼻かみたかった俺普通にトイレットペーパー使ってるんだけどこれにしようか。これよくない？兼用できるじゃん。だって、トイレティッシュペーパーなくてもこれがティッシュになるから兼用できるしね。便利。こうかな。るほど。じゃあこのままじゃじゃーん。
リビングザ・ミニマリストな感じですね、もう本当にこんだけ空間広いのにダイニングテーブルと犬しかいない何も突っ込むところがもうちょっとこれこれなんもないけど、これこれ映していいよ。おお金魚金魚です。なんか金魚のフグみたい。金魚ちゃんです。ピンポンパールっていうね、ピンポンパール、なんか丸い金魚。プクプクしてる餌とかは多分この収納とかにどっか入れてるのかな、そうそうそうさすがに、本当にダイニングテーブルの上もティッシュしかないですが、いいね。これはい、こちらのテーブルは何のテーブル？これね、アクタスでアクタス、選んでもらったおお、これもそういつもセットでなるほど、選んでもらって、木材かけるこの黒いパイプとか黒いレザーっていうのが結構好きで、足が黒い。この足いいよね。このテーブルちょっとミニマリスト感あって、そうそうそう、足が本当に最小限シンプル、掃除しやすそうだねこの部屋。なんか足つきの家具で基本統一してあるからお掃除ロボットが通りやすそう。ワンちゃんのカゴはなんかミニマリスト要素ありますか？ワンちゃんの家具ミニマリスト要素、はい、一畳で暮らす犬です一畳で暮らす地上で暮らすな。これはおお、自動ゴミ箱。満タンになったら、ここでなんだろう、ゴミ箱をギューってやってくれるんだよね。すげえ圧縮してくれんの？すげえ最先端やれるかいいね。なんかおお圧縮中すげえすごすぎるこれ。まあ確かにさ、これワンちゃんのなんだろうな、そういう処理した後のゴミとか入れてるから、なんかそういう自動でやってくれるのは手も汚れないしいいね。次のやつをセットしてくれる。おお、すげえセットもされてるすごい。これなんてやつでしょう。これ豆乳これちょっと欲しくなった犬飼ってる人とかはいいかもね。なるほど。しかもこれデザインもシンプルでいいね。なんか置いててもそんなに生活感出ない。そうなんだよね。なるほど。っていうのでこれさ、出窓に座れるようにしてるのうちの影響受けてるでしょ4畳半の家の時俺出窓座ってたもん最初からこのソファーがついてる。なるほど。仮木の作り付けソファー仮木なのこれ？らしい。仮木っていうなんかなんだっけ、仮木60とかなんか、そういう名作家具のメーカーさん、仮木の最初からついてる。そう、最初からついてるんだよね。いい。すごい、さすがデザイナーズ物件。お客さんが来たらこうやって座って、なるほど一応動かせるから便利。こうやってね、いいよね。こうなんかうちもそうなんだけど、出窓とかあると自分で椅子とか、僕の家だと机にしてますけど、買い足さなくていいからいいんだよな、ミニマリスト的に嬉しい。そういう出窓は。でもさ、窓カーテンなくないこれ？カーテンじゃなくて、なんかふすま障子みたいな。なるほど。はいはい。ガーって開くけど開けないよね。なるほどね。もうこれあれだね、カーテンレールついてないもんね。もうカーテンつけるなっていう強い意志を感じるこのデザイナーさんから。俺このデザイナーさんとすごい仲良く酒飲めそうな気がする。俺もカーテン大っ嫌いだから絶対部屋にカーテンアンチだからね。でもあったわ許せんこれ俺あったカーテン、一応レースカーテンはしてあるのね。なるほど。これはデザイナーさんがつけてるやつだから。デザイナーさんちょっと俺これで統一してほしかった、こっちもっていうので、でもそうですね、レースカーテン、結構ねミニマリストの人ね、レースカーテンついてる人多いよ。カーテンの代わりに、ブラインドかレースカーテンついてる人多いかな。それだとそんなに生活感出づらいしっていうので、じゃあこんな感じでいいね。この真ん中に贅沢な犬やなこんな広々とっていう感じで、お部屋を見せてもらったんですけど、八木くん結構こんだけ物少ないとなんかちょっと物減らしといてよかったなみたいなエピソードがあるんじゃないかと。何かありますか？物減らしてよかったこと。でもめちゃめちゃ引っ越しやすいっていうのはねあるよね。めっちゃ引っ越し
したがあるから。この家何年住んだ？この家は1年も住んでないかも。来月引っ越すもんね。僕もそうなんですけど、嫌な家を45日で引っ越したりとか、前の家は前の家半年ぐらいかな。でもいや、もうちょい住みたいんだけどね。なんかね、なんかさ、主も近いかもしれないんだけど、なんかベストなところを探しちゃうんだよね。自分にとってベストなところを探したくなって、それで引っ越したくなるんだけど、本音としては一箇所に住み続けたいけど、まだ見つかってないです。なるほど。俺逆になんかそっちの意味じゃなくて、普通にちょっと多動症ではないけど、その場所に飽きるみたいな感覚はあるのかなとも思ったんだけど、できたらなんか定期的に場所変えて環境を変えたいみたいな欲求は、俺とかは結構あって、もう最近はなんか1年に1回引っ越すみたいな感じで、ポンポン、物もせっかく少ないし、この前も台車で運んだんですけどあれやばかったもう俺とかはもう引っ越しする前提で物選びとか、で部屋とかも選んでるから、っていう点で身軽さ重視で物を減らしてるけど、確かにそっか、引っ越すからベストプレイスを探してます。あと大型家具がさ、もうダイニングテーブルくらいしかないから引っ越し楽だよ。確かにそうだね、めちゃくちゃ楽だよ、引っ越しは。だってこうテレビとかもないもんね。テレビはそれはもうないよね。何年ぐらいね。いや、いつだろうね、もう大学生からないから。ああ、そうなんだ。10年ぐらいない気がする。なんかそれはミニマリストって言葉知る前からもともとなかったみたいな。そうだね。大学でこっち出てきた時にテレビいらねえなってなって、捨てた感じ。NHK とかもなんか来るじゃん。NHK 大学生の時に一人になった時に来た時に、なんかテレビのことで揉めるのは嫌だからもう全部捨ててしまおうってそれで、受信料だってさ1000円ちょっとぐらい毎月かかるから、学生からするとねバカにならない費用だよね。年間1万円ちょっとするから。なるほどね。でも実家とか帰るとテレビついてるのがデコだったりするじゃん、あれ耐えられないよねもう脳みそになんかこっちの家族の会話とテレビの音とかも結構内向型だから無理なんだよね。そんな一気に脳が処理できなくて、うわーってなる。やめてくれって年末年始の帰省とかね、あとサウナとか行くとテレビあるのやめてほしい。確かにあれ何なんだろうね。なんか意図的にこれは置いてないみたいなものあったりする。意図的に置いてない、置かないようにしてるみたいな。なんだろう、やりたいことにだけに集中してたいっていうタイプだから、ほぼ本以外は確かに置いてない。他のなんかこれまで結構物とか買っちゃいがちだったんだけど、ボードゲームも好きだからボードゲーム買ったりとか。そうフリーター時代八木くんの家に行っていつもボードゲームしてたんですよ。そうけどね、いやボードゲームが自分の人生に幸福に絶対マストかって言われるとそうではないなっていうのもあったりして、なんか中心にもう本だけあればもう本読んでそれをアウトプットしてでやってれば結構幸せだから、あとはペットとかなんだけど、そういうふうにそれ以外をほぼ排除してる感じはあるね。確かにこの家本棚と犬しかいないみたいな感じだもんね。何に囲まれるかというか何を置くかでさ、自分の行動パターンって変わるじゃん。そうなのよ。テレビ置いてたらさ、自然とリモコンに手伸ばして電源つけるし、逆に本しかなかったら本手取るしさ、だから自分の意志力とか意志を本当に信じてないから、だからね、本があれば本読むし、最近だと寝室にスマホを絶対持っていかないっていうルールを作ってて、やっぱね、寝室でスマホ見ちゃうし、朝起きたら見ちゃったりとかして30分1時間平気でなくなっちゃうから、だからスマホは寝室に絶対持ち込まないとか、意識的に、ミニマルに自分が集中したいことだけに集中する環境っていうのは各部屋で作ってる感じだね。確かに、そういう意味ではなりたい自分のためにもうそれだけ置くみたいな、筋トレ頑張ってる人は筋トレ道具とかもそう何もない空間だからこそ置くものめっちゃ大事になる。特に内向型の人にはね、ミニマリズムいいよね。なるほど。それでいうと結構僕のチャンネルミニマリストになりたいみたいな人すごいんですけど、なんかこう性格的にこういう人がなんかミニマリスト向いてそうとかっていうのはなんかやりペイ目線あるの？いやでも内向型の人じゃない。内向型の人って刺激に弱い、左右されるから、なんか
目の前に目に入ってきたものにすぐ誘惑されたりとか、思考のキャパシティ奪われたりするから、自分がどう生きたいかっていうところから逆算して自分の部屋をその一点集中でミニマルにするっていうのがいいんじゃないかなと思うけど。なるほど。まあ物にも情報が詰まってるみたいな話をよくするんだけど、まあ、そもそも部屋が散らかってたりすると、まあ、それにエネルギー奪われちゃったりとか、ね、まあ、さっきも、まあ、よくなんかさデスク上が整理されてる人は仕事できるみたいな、まあ、あれってなんか科学的に見ると逆に散らかってるとその物に対してなんかこの注意の分散っていうことが起きるらしくて、まあ、注意散漫になるから仕事に集中できないとか、なんかエネルギー奪われるっていう感覚っていうのは確かに内向型の人ほどそこすごい敏感だったりするから、そうだよね。外交型のミニマリストってあんま見たことないよね。でもね、アウトドア系の人は結構いる。そうな例えばノマドとか、まあ、登山好きとか、やっぱそういう点ではなんか、外交好きを見てる人は結構ね、アウトドアの趣味持ってる人多いね。キャンプとか、旅行好きとか。なるほど。四隅さんとかもちょっと外交型寄りなとこあると思うん確かに確かに。で四隅さんはまさしく最初ミニマリストってことよりも先に確か登山が先だったかな、登山やっててで登山は物を減らさないといけないからっていうところから、まあ、ミニマリストっていう方にもそうですね興味が向いてたはずだから、外交型の人はそういうですね自分がもっと身軽に動けるように物を減らそうみたいなモチベーションになってる人は多いです。確かにね。でもミニマリスト最強だよね。急にミニマリスト最強って。いや今さ情報量が世界で多すぎるから、やっぱ自分が意思を持ってこれを自分はやりたいんだとかこうやって生きるんだっていうところ自分の周りに環境を作らないと、すぐにもう永遠に1年とか人に流されて終わる、SNS で反応してたら一瞬で終わるし、だからねミニマリズムっていう、まあ、別に部屋で物を減らせというよりかは自分が何に集中して人生を生きるのかっていうのを絞って生きるっていうのは、まあ、やりたいことを見つけて生きるっていうのと一緒だと思うんだけど、マジで重要だなと思うね。なんか普段絶対これは持ち歩いてるっていうか普段身についてるものってどういうものが出かけるときとか、おおそれミニマリストっぽいじゃんiPhone にこのカードケースついてる。このカードケースの中は、会社のカードと個人のカードとあと保険証。もうカード3枚だけ。カード3枚だけど一緒や一緒俺もそんな感じだから。保険証まあカード2枚と、まあ、今旅行の時だからそうだね、身分証を入れてみたけど、まあでもあれかな、一番ミニマリズムのメリットとしては、物を減らすと、やっぱ自分のやりたいことも見つかるし、やりたいことその過程でやりたいことに集中する環境が勝手に手に入ってどんどん実現していくっていうのは本当片付け外側の自己理解みたいな感じがミニマリズムだと思ってるから、それは本当いいよね。まあそうだね、確かに、まあ、逆に物を減らして、減らしていく過程で自分の大事なものを絞っていかないといけないから逆に残したものが自分の、趣味のもの、さっき言った本棚と犬みたいな感じだけど、まあね手放すのって相当取捨選択の訓練になるわね。そういや人生短いんだよね本当そう。29歳になっちゃって、やばいな。やばいね。俺らも気づいたらだって多分最初に会った時って22とかぐらいの大学生ぐらいの時だったのね、気づいて俺たちももう30手前、おじさんになってしまった。そうで、なんか学生の時とかって自分の可能性未来の可能性無限大だみたいな、長いなって人生長いなって思ってたんだけど、今その20代から10年経ってめちゃくちゃ短いなって思って10年でできることほんと少ないから、確かにそこでなんか他の人の刺激に惑わされてる場合じゃねえなっていうふうに思ってるね。この部屋もすごい綺麗で美しいじゃないですか。美しいよね。そうやっぱなんかこう物減らしたり削り落とせば削り落とすほどこう美しくなるっていう感覚が今まで俺物減らしていく中でなんか気づけてだからね、物減らすとさっき言ったなんかこう掃除が楽になるとか自分でやりたいことが見つかるとか、いろいろあるんだけど結構俺そもそもミニマリストのもうそういう空間とかデザインがそもそも好きだなっていうのは結構自分の中の最近ミニマリストを続ける理由になってる。そこに行くんだ。でもやりくんも結構その傾向あると思う。
さっきブランドで統一するとか自分なりのなんかそのデザインの方向性っていうのはあって、この部屋とかも結構そのね緑があってとか、このデザイナーズの空間が美しいからこう選んだとか。確かにね、デザイナーズの空間で緑があるってもう最高だよね。止まんないというか、うちの部屋もなんかちょっとベランダとかに緑を置いてそれっぽくしようかなと考えた時期ある、目隠しシートっていうのを貼っても外一切見えないようにしてんだけど、緑を置くのいいなっていうので、ベランダに生やす。家の中にもなんか俺置きたくないんだよ。いやそれわかる。家にもともとそれでいうと観葉植物結構置いてたんだよね。でっかいやつと置いてたんだけど、それはもう世話が大変すぎて捨てちゃって、でそれなら家の外に緑があるのと家の中に緑があるの変わんないなって思って、窓の外に緑があるところで選んでるっていうのがあるね。もう観葉植物はシェアというかもう外の公園のものを借りてますね。なるほど、それは理想だね。まあなかなかみんなそんな緑のあるところピンポイントで引っ越しはできないと思うんだけど、いいよね緑。そうだね、観葉植物はなくしたね。なんかアップルストアの空間がすごい好きで、アップルストアも最近さ、なんかこう改装工事してどうなったかっていうと、無機質な空間に緑が追加されてるんですけど、今多分どの店舗行ってもなんか入り口の外とかに竹が生えてたり、どこだっけ、丸の内のアップルとか、そうめっちゃかっこいいよね。福岡もね最近リニューアルしてそんな感じになったんだけど、なんかミニマルデザインのかっこいいところってそういうもう生活感なくて無機質で冷たい感じが逆にクールでかっこいいって感じだったんだけど、それだとなんか落ち着かないとかなんかね、無機質でっていう風になりがちだけど、緑あるとね一気に落ち着く空間になるから、外に置くっていうのはいいよね。でも外に緑を置くっていうね、置いてるというか、アップルストア形式、新しい発想。観葉植物としてはめちゃめちゃ大変じゃん。俺買ったことないもう面倒くてか、そもそも手間かかることが俺なんかちょっと面倒くさそうだなっていうのを思って、買ってないね。すぐに枯らしちゃうから置いてないなと思ってそうしたね。なるほどっていう感じで、よかったら八木くんの新刊も本出てるし、あとねちょっと動画にリンク貼っときますけど、八木くんとの動画過去2本撮ってたりするんで、それもなんか八木くんの話聞いて面白かったらちょっと前の動画もぜひ見てみてください。お願いします。ということで動画ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。